皆様、ドロシーの啓示を解読する会へようこそ。たくさんの応援ありがとうございます。まず啓示の冒頭にある鏡の汚れは拭き去られてと島の国は束の間の安寧にっていうのは私たちの現状を示しているかと思います。鏡っていうのはこの島のことで、汚れはこの島にいる現在たちのことですね。つまり最初の条件はこの島にいる現在たちを全部片付けることです。その条件は大したことないな。私たちの討伐でこちら側にいる現在はもう残り少ない。島の向こう側には王女たちがいる。すぐに合流できるだろう。戸惑い無力たる神の子よと深刻で未来を決めるべしに至ってはものすごく悩みました。最初はてっきりナビゲーターさんが神の子だと思ったんです。どうして俺が？だって島で唯一の男性じゃないですか。その仮説からすれば未来を決めるはつまり私たちの中から未来の配偶者を決めることになりますね。それは無茶苦茶だろう。その仮説はちょっと無理があるんじゃないか。その通りです。そもそもナビゲーターさんは戸惑い無力たるという神の子に対する描写に当てはまらないですから、ナビゲーターさんには強い目的意識と行動力があるんです。この1週間、私はずっとこの一節のことを考えていたんですが、わからないままでした。でも今日、スカディちゃんのことを知ってひらめいたんです。スカディこそが神の子ではないかと。わらわだったのか。わらわが戸惑い無力たるものだったのか。はい、そういうことです。未来を決めるの部分も明白になりましたね。スカディの未来がここにいるわけだからな。でもこの話は妙に解釈の範囲が広いんですよ。会長や王女だけではなく、この島にいる全ての人がスカディちゃんの未来になりうる存在なのですから。ナビゲーターも？もちろんナビゲーターさんもスカディちゃんの未来になりうるでしょう。その予言本気なのか？ナビゲーターさんが選ばれてもスカディちゃんが男の子になるというわけではないんですけどね。この未来っていう単語は目標として理解しても構いません。そして最後の説にあるさすれば神の子は完全に世界の岐路やがて開かんは私たちの帰り道を示していると思われます。つまりその時にゲートが開くのでしょう。まあ私が考えたのと大差ないな。そう言われてもすぐ選ぶなんてわらわにはできんぞ。そう急がなくてもいいんじゃないですか。プレッシャーが半端ないよ。選んだ場合必ずスカディの未来に影響を及ぼすのか？もし影響があるのなら簡単に選ぶことはできないな。成長するというのは知らず知らずのうちに変わっていくことです。気をつけなくてはならないのは、この選択がただの暗示だとしてもスカディちゃんの未来に確実に影響するということです。ですがその影響はきっとプラスに働くものと思われます。でもこの啓示って実際に効果があるんでしょうか？結局この世界に神が存在するかどうかもわからないままですし。私も正直それを疑っています。
スカディ、今日から私と一緒に行動しなくていい？なんで？この1週間私と行動して仲良くなった者もいるだろう。生徒会の中で必要とされる場所がきっとある。そこを手伝うといい。いずれ選択しなくてはならないのなら範囲を広めて多くの人と会うのも悪くない。でもわらわはナビゲーターと一緒に行動したい。スカディちゃんの好きにさせてくれませんか？無理に決めさせたらきっと後悔しちゃいますよ。軽率な結論を出してほしくないから提案しているんだ。これ以上このことを議論しても無意味だろう。今は啓示の信憑性も検証できていない。その点については新しい啓示が降りてくれば検証できるので、それを待ちたいと思います。でもこれだけは分かってください。啓示はあくまでも情報を提供してくれるもの、何かを変えることではありません。では2通りの準備を進めよう。もし啓示の信憑性が認められた場合、スカディには自分の未来を選んでもらう。逆の場合、我々はそれぞれの世界に戻らなければならない。その方法を探そう。どちらにせよ今はまず王女と合流した方がいい。彼女は啓示の中でも重要な役割を果たしている。ああ。ナビゲーター大丈夫か？顔色が悪いぞ。ああ、平気だ。最近寝不足だったからな。2人とも夜更かししたのか？スカディちゃんなら私とバイオリしかり、影の国の女王は間もなく新たな必殺技を手に入れるのじゃ。でも今夜は私に付き合ってもらうぞ。前の話の続きだ。もしかして内緒話？解散。